2034年11月13日、北朝鮮 DMZ を超えて大韓民国に一斉攻撃を開始。第二次朝鮮戦争が始まる。2034年11月24日、体制を立て直した大韓民国陸軍朝鮮人民軍に対し反撃を開始。2034年12月25日、大韓民国陸軍北朝鮮首都平壌を占領。金正恩平壌を捨て北方へ逃亡。2034年12月27日、北朝鮮 EADI に加盟。同時に中華人民共和国が大韓民国に宣戦布告。 PDTO がこれに介入し、大アジア戦争が始まるのであった。ついに始まったか、大アジア戦争。実際に戦争に移る前に、まずは両陣営の加盟国とその戦力の比較を行っていくのだ。加盟国はこんな感じ。あれこれ PDTO すごくね。さらに陸海空軍の数を追加するとこうなるのだ。またこれ PDTO すごくね。でも構想数なら EADI が有利だろうな。実際どうなんだ？それも確認したかったんだけど、本家だ。ファイアーライズにアップデートが入って、セーブデータが破損してたから今回はパスなのだ。そうか、そりゃ残念だ。それじゃあ、大アジア戦争スタートなのだ。張り切っていこう。北韓となす降伏寸前の状態で EADI に加盟しなかって。すでに人民解放軍は鴨緑江を越えて朝鮮半島に侵入。数年前の朝鮮戦争のもうですが、だが今度は押し返されることはないだろう。すでにハムフン市近郊で8師団ほどを包囲。北韓と政府があるチョンジン市の目前だ。空域も本土は優勢かもしくは鉄砲で落ち着いているのだ。広大な中国本土は劣勢だが、今は朝鮮半島が戦線だからいいだろう。戦争の炎。我が国軍は北海勢力の持続的な工作と石化使徒を永久に粉砕させ、永遠の平和を得るために休戦協定を終結させ、休戦ライン以北へ進軍を始めた。国民たちは大統領の英断を支持し、黄海道で江原道で平安道で北朝鮮軍を壊滅させた。国軍は勝利を得て前進した。だが戦争はそのようにたやすくばかりは進行しなかった。皮肉にも今の状況は北海の前市長キム・イルソンの言葉を引用するしかない。日本が100年の敵なら中国は1000年の敵だ。北京の共産党は大韓民国が導く自由の旗が広く広がることを絶対に容認せず、民族の先祖たちを攻撃したように再び韓半島へ魔の手を伸ばした。去る遊戯王戦争はアメリカとソ連という両強の介入で中途半端な結果を作った。だが昔と違い覇権に挑戦する状況ではどちらか一方が完全に死んでこそ終わるだろう。大韓人よ、大韓をもって永久に保全せよ。大アジア戦争ではこれから本格的に人民解放軍との戦闘が始まる。その際に真っ先に問題になるのは人的資源の不足だな。早速予備役を動員するのだ。そして予備役の動員が完了。あれもないのお前ら、本当の戦争の時間だ。オリゴンなんか舐めて外に出て戦おうぜ。一部では TNO をノムル軍との方が戦場送りにされない分まだ真下の書き込みが見られたのだ。何 ?TNO のルブ君ととこう話だって。なので、この世界の大韓民国はルブ君とと違って戦争に伸びなく送るか核を撃つことはないの。本当か。それと、ガスと塩対差を待っているお前。2030の電車でアンチャントルーとか未完成ならもう諦めて戦争で知ってこい。これはひどい。ところで海上歩行はどうなってるんだ？海戦主導は何隻か空母を沈められたけど、基本的には中国海軍に立てているのだ。何隻か空母が沈められたというのは本当にかけていると言っていいのか？まあ日韓で空母40隻あるし5隻沈んでもあんまり痛くないのだ。ここで北韓から新たな情報が来たのだ。何？キム・ジョンウンが行方不明だと？特定勢力に拉致されたか、敗戦の責任を問われ軍部が軟禁させたか。いずれにせも今は妹のキム・ノソンが指導者の地位についたものだ。すでに PDTO は満州に向けた攻撃計画を実行中。キムやジョンに変わったところで戦況は覆らないのだ。さらに同時期には PDTO 軍が福州を占領。海上自衛隊の援護のもと中華民国陸軍が上陸したものだな。同時に EADI 加盟国の部隊も降伏。戦況はまでまでに傾きつつある。韓国軍も負けてはいません。満州戦線はどうなっている？現在はロシア国境に沿って満州に進んでいるのだ。師団数は我々に利があるから戦線を伸ばしていくよ。ここでインドがスリランカを失ったの。これでインドは南方戦線がなくなったのだ。そして2035年5月19日には自衛隊と中華民国軍が上海を占領したとのこと。さらに同日、河南においても日豪連合軍が香港に上陸。さすがに暴れすぎだろ。韓国軍もどっかでかい都市を占領していないのか？
マッシュなんてね。でも航海沿いで戦線を突破したシタンはそのまま山海間に向けて前進しているのだ。いいの、山海間を越えたらすぐに北京だ。同時にモンゴル国境へ向けてトラック師団が爆走。これで南州方面の中国軍が飛びすぎたな。北京は目と鼻が先、準備は整った。北京に向けて攻勢なのだ。おお、韓国軍にてここで戦闘できないと多分これ以上見せ場がないとに通じ込むだろう。だからどうだった？ 2037年6月27日、ついに我々 PDTO は中華人民共和国首都の北京を占領したのだ。一体どこの国と軍が北京を占領したのかはなのだが、とりあえず万歳。北京占領部はもはや組織だった抵抗も見られず、内モッポ方面に至っては無人の荒野を PDTO 軍が進軍するだけなのだ。もう本位選別されることも気にせずに、南京と再度中国が占領した上海に向けて進軍だ。勝ち数には南京を占領したも、あと一息だ。そして2035年8月5日、中華人民共和国臨時首都の上海目前まで PDTO 軍が迫ったところで、中華人民共和国が停戦を宣言。大アジア戦争は我々 PDTO の勝利で幕を下ろしたのだ。おお、大韓民国万歳、自由民主。まあいいでしょう。PDTO が大アジア戦争で勝利。地球上でアジア太平洋地域ほど長期にわたって紛争の瀬戸際に立たされ続けてきた地域は少ない。南アジアでの国境衝突、インドシナでのゲリラ、38度線、台湾海峡、それぞれの対立は全面戦争に発展する寸前の状態だった。しかし長年続いた大アジア戦争がようやく収束に向かっているようだ。日本、オーストラリア、インド、韓国などの国々で構成される PDTO がこの長期化した紛争の最終的な勝者として浮上した。開戦から9ヶ月で勝利なのだ。2035年が迫って9ヶ月で7が終わるのはなんか悲しいね。やっぱり AI マッカーサーがいたおかげかな。AI マッカーサー。まあ AI マッカーサーなんて当然の概念として紹介しなかったかな。全然当然の概念じゃないのだ。そして敗戦した中華人民共和国を完全に崩壊。ただの文字、まあナイスバもいなくなったぜ。PBR 本ではなく HDD にナスのことは記憶してなろう。一応まだ何人いるからな。なんかいるのかも。戦争は終わったのだ。細部の国家方針が選択できるようになったよ。細部の国家方針はこんな感じ。一気に最後まで駆け抜けるの。ノスタルジア。完璧な1年とはいつのことだろうか。大半の人々は自由民主主義陣営が共産独裁の中国に大アジア戦争で勝利し、民族の悲願である統一を成し遂げ、満州に影響力を行使している今こそがその完璧な年だというだろう。だが本当にそうだろうか。前線にいた我々の考えは違う。我々の中にはコロナが流行する前の2019年こそが完璧な1年だったという者がいる。あるいは2016年だという者もいれば、語り合える友が生きていた2027年が最も幸せだったという者もいる。果たして本当にそうだったのか。おそらく違うだろう。その年にも辛いことは間違いなくあり、悩みもあったはずだ。では一体なぜ我々はこの栄光ある現在を背に過去を美化し郷愁に浸ってしまうのか。戦争は終わったが、我に返ってみれば全てが一変していた。2度の巨大な戦争はかつて Z 世代と呼ばれていた我々の世代を失われた世代へと変えるのに十分すぎた。共にゲームに興じた友人たちはいつの間にかに満州の荒野で冷たいムクロとなって帰還し、ある者は少尉軍人として苦しい生を送っている。復学した大学でも前線を知らない純粋で明るい年下の学生たちに我々の居場所は奪われてしまった。現実とこれからの不確実な未来への恐怖が我々の過去をあの良き時代へと作り変えているのかもしれない。
おそらくそれは純粋だった過去の自分のための防衛規制に近いものなのだろう。もし私と違って運よく別の世界線に生まれたあなたがこれを読んでいるのであれば、単なる過去への逃避だと思うかもしれない。だがこれは単なる逃避ではない。人は誰しもが過去を記憶し、その思い出を原動力として再び不確実な明日へと前進する力を得ることができる。たとえ今が暗闇の夜であったとしても、時が流れればいつか必ず日はまた昇るのだから。だからその時まで頑張らねば。再び共に。大アジア戦争が終わった韓国は戦後復旧事業に余念がなかった。休戦ラインと近かった観光以北ソウルと首都圏も甚大な被害を受けたにもかかわらず、3年が過ぎた今ある程度の復旧が進んでいた。しかしそれと比較にならないほど韓半島北部は甚大な被害を受けた。何より韓半島北部に残っている建物たちに対する安全診断を下したが、平壌のごく一部の建物を除いた大部分が不良判定を受けた。手抜き工事の憂慮でそのまま使用するのが難しかったため、全て再施工が施された。戦争以来久しぶりに再開された株式市場は余念なくジェットコースターに乗り、平凡な韓国市場の姿を見せており、経済の展望も韓国に友好的ではなかった。しかし戦争以前と最も目立った差異を見せたのは別にあった。破壊された灰の中で国民たちは次第に一つになっていった。いつものようにこの地に生きていく人々は再び逆境を勝ち抜き立ち上がり始めた。あふれる失業者たちは自然と戦後復旧で生じる企業の需要が取り込み、これは南と北を選ばなかった。欧州での大戦は国内の軍需産業の好況を呼び、インフラなどの再建事業が後に続いた。かつて日本がそうであったように、大韓民国に経済的再躍進の絶好の機会を作ってくれた。そしてその時になって80年の間別れていた兄弟たちは再びお互いを眺めることができた。別れていた歳月が1世紀に近いため、まだ完全にお互いを理解することはできないが、この時間もそう長くはないだろう。我々がいつもそうであったように、この問題も勝ち抜くはずだ。文化的黄金期。私は今平壌にいる。それも芸術を勉強しに平壌芸術大学に交換学生としてだ。人間は適応の生物だとか、その言葉は以北に住む人々にも適用されたようだ。戦争が終わり平壌が解放されると、政府は融和政策の一環で情報統制で見られなかった名作映画を片っ端から上映した。毎日平壌と南浦、ウォンサンなどには新しい映画を見るために人々が黒山の人だかりをなした。その結果、北朝鮮地域では文化と芸術のブームが起き、その影響は絵とサブカルチャーも同様だった。ジブリ、君の名は、チェンソーマンのようなアニメーション映画もまた北朝鮮の若者にシンドロームに近い大きな人気を集めた。これが始まりだった。北朝鮮には絵とは社会主義リアリズムを土台とした宣伝映画しかなかった。いわゆるオタクは朝鮮芸術家たちに新しい可能性の世界に見えたようだ。社会主義リアリズムと正反対にあるオタクの融和はそれこそ瞬く間に起き、わずか5年でソウルコミックワールドやコミケでは朝鮮出身の作家たちが大挙して進出し、非常に高い人気を誇っている。私が交換学生としてここへ来てオタクサークルに入るのもそれが理由だ。そうか。南朝鮮の本育大学から来られたと言いましたか？我々はまあ勉強ができたとか、絵が少し描けるとか、そんなことはどうでもいいのです。この辺境文化に対する情熱と理解、これを我々は重要だと感じます。ではドームは、ブルーアーカイブを以前やったと言いましたが、一番好きな子は誰ですか？以前少しやりましたが私はアスナが一番好きです。ふむ。ドームはヤプだね。長く長いトンネルを抜けて、晴れたのどかな春の日、平壌へ向かうある列車には一人の人が席に座り、じっと独り言を言いながら考え事をしていた。結局この日も気はするんだな。アジアを飲み込んだ戦争が勝利で終わってから数年が流れた。今京義高速船の車窓の外に見える場所は、大アジア戦争当時に熾烈な戦闘が起きた公会堂の大平原だったが、戦争の爪痕は目を凝らしても見つけることはできなかった。新型コロナウイルスで始まった2020年代は世界を燃やしてしまい、2020年代とともにアジアの戦争が終わり、我々に残されたのは砲火の中で消えてしまった数十万人の若者たちと再び灰の山になった祖国だった。しかし我々はヨーロッパへ軍需物資を売り払い、復旧事業を通した建築業の好況で再び栄光を成し遂げることができた。
一方で我々は栄光だけを勝ち取ったのではなかった。戦争と危機を経験した国民たちは次第に社会の矛盾した部分を認知し、やがて皆が共に生きていける方法を探し始めた。再び目覚めた国民たちは今や決して犬豚ではなかった。2020年から始まった長く長いトンネルを抜けた国民たちは真に啓蒙された。さまざまな雑念をする間に列車は平壌駅に到着し、楽団は冷宮曲を歌いながら彼を歓迎した。彼はすでにこれを知っていたかのように適当に反応した後、準備された車に上がった。その車両は平壌のある丘に向かった。玄界灘を眺めながら、ソウルへ向かう列車で私は日本の首相と平壌へ向かいながら素晴らしい車窓からの景色を共に見つめた。景色を見て何か感じたことがあるように見える首相は口を開き私に言った。もう田植えが始まる季節のようですね。昨日が冬のようでしたが時が経つのは本当に早いものです。冬があれば春もあるものですよ。両国の関係は数百年もの間冬でしたが、これからは春が来なければならないですね。これから日本国の外交方針はどう進むお考えですか？努力しなければなりませんね。再び耕したこの地に二度と戦争が起きてはなりませんから、事実上崩壊した国連を再建し、帰国とともにアジアの平和のために努力するつもりです。それでは大統領は今後どのような方向へ進むお考えですか？首相は金玉金という一時代の不運事をご存知ですか？彼の結末は悲劇的でしたが、これからは彼が願った世の中を作る時期です。彼が願った世の中とは何ですか？彼は過去にこう言いました。日本がアジアのイギリスになろうとするならば、我々はアジアのフランスにならねばならない。さすが、一時代を風靡した人物らしい判断ですね。長年の戦友たち。その人を乗せた車がある丘に到着すると、多くの人々とカメラの視線が集中し始めた。彼は彼を歓迎する人並みを抜け、式場に前もって出てきていた日本、オーストラリア、ニュージーランド、そしてインドの首相と台湾の総統に握手と軽い挨拶を交わした後、演壇の定席に座り、式を観覧し始めた。式が始まり、彼が再び立ち上がり、日本の首相と共にボタンを押すと、過去肝親子の銅像があった万時代の丘に、戦争中に吹き飛んでしまった過去の遺産を代替する新しい銅像が姿を現した。国軍と PDTO 軍が平壌を占領した当時、真っ先に平壌に入場した国軍第8機動師団と自衛隊第5師団所属兵士2名がキム・イルソン広場でお互いに肩を組み仲睦まじく歩いていった有名な写真をモチーフに新しく制作された巨大な銅像は、正確にその場所にあったキム・イルソンの銅像と同じ大きさで建設された。血明の友情像と命名されたその銅像は非常に精巧に作られ、彼らの戦術バッグについていたアイドルマスターとラブライブのグッズまで完璧に再現するほどだった。戦争で生き残り、ついに自身の姿の銅像が作られるのを見た2人の長年の戦友たちは銅像の精巧さを見て笑みを浮かべ、その姿はカメラを通じて全世界へ中継された。除幕式が終わった後、彼は招待された各国の首脳たちと同じく晩餐を共にした後、日本国首相と共にソウルへ向かう列車に乗った。出発準備が終わった KTX は平壌駅から再びソウル駅へ向かった。東アジア共同体の勃興。2度の戦争に勝利した PDTO の主要国である日韓両首脳は本日、ソウルにてアジアの恒久的な平和と繁栄のための東アジア共同体の結成に合意したとする共同宣言を発表した。専門家たちは PDTO 加盟国である英連邦のオーストラリア、ニュージーランドをはじめ、東南アジア諸国までもがこの共同体に加盟すると予想している。オセアニアから東南アジア、北東アジアへと続く超巨大単一市場の誕生は、原材料、部品素材、最終組み立てに至るまでの全てが単一市場内で可能になるという点において、完結型の内部サプライチェーンが構築されると見込まれており、これは世界経済に多大な影響を及ぼすだろう。さらに軍事機構である PDTO は EAC 統合軍へと昇格し、ユーロのような地域共通通貨に関する議論も自然な流れとして続いている。地理的に近い日韓両国はすでに商品、サービス、資本、人の自由な移動を保障する4つの移動の自由に関する条約に署名しており、今後共同体加盟国間における移動の自由は徐々に拡大していく見込みだ。多くの専門家は東アジア共同体がコロナ禍以降の極端化や多極化へと向かう世界の潮流とは逆行する動きであることに注目している。また主要国である日韓両国がかつてのアメリカの影響を受けた民主主義国家である点に着目し、
事実上内戦によって崩壊したかつてのアメリカの地位を継承することになると予想している。去りゆく者たちのための挨拶。日本の大学院で勉強をしているギョンミンは久しぶりに休日を迎え、東京のある共同墓地を訪れた。あいにくその日は晩秋の雨が降り、墓地は一層物寂しかった。亡者へ礼を尽くすためにわざわざ着飾った大韓民国陸軍の制服には鮮明な鉄製注意階級章とさまざまな勲章が輝いていた。除隊を数日後に控え、戦争が起き最前線へ連れて行かれたギョンミンは地獄のようだったサリウォン、平壌、満州で最後まで生き残りさまざまな勲章を受けたが、戦後は未練なく除隊を選んだ。しかし今日タンスにしまっていた制服を着てこの場所を訪れた理由は、時代を先取りしたある英雄へ礼を表すためだった。外国人墓地なので訪れる人が稀なのか、大部分の墓が抜葬されていないまま草が生い茂っていたが、とりわけ一つの墓碑だけが抜葬されていた。おそらくギョンミンと同じ心を持った誰かが先に立ち寄った痕跡だろう。彼は持ってきたゲリョンペギル11瓶を取り出し、彼の墓碑の前にあげ礼を表した。先生の考えが100年も過ぎ、今やっと叶いました。三座が10回も過ぎ変わる歳月ですが、先生の志を継いだ子孫たちが成し遂げました。そしてこれからは、先生とその他の亡者たちに代わり、この無窮の栄光を永遠にお守りいたします。その後ギョンミンは墓碑を眺め低く囁いた。彼は墓碑の周囲に散らばった落ち葉を整理し、いくつかは広い記念のようにポケットに入れた。以後ギョンミンは墓碑に刻まれた軸にそっと手を乗せ最後の挨拶をし、時間ができたらまた戻ってくるという無言の約束をして墓地を出た。どこからか風が一筋吹いてきた。美しい時代。ついに戦争の砲煙が晴れながらアジアは再び平和の新時代を迎えました。アジア全域を燃やした2度の戦争の中で、歴史は自由と民主主義の側を持ち、大韓民国とその同盟たちは究極的な歴史の勝者として高くそびえました。今ソウルと解放された平壌では、全世界の知性人と芸術人たちが集まり人類の未来を謳っています。我々の文化は世界の標準となり、我々の技術は人類の知性の限界を飛び越えて疾走しています。金玉金先生が夢見た東洋のフランスがこの地に到来し、少なくとも数十年間燦爛たる文化と理性が花開く栄光の時代が到来するでしょう。今歴史のペンを受け継いだ次の世代たちは、前の世代が残した遺産の上でより燦爛たる未来を描いていくでしょう。